気軽に脳を鍛えられる方法ってないだろうか。どうも、クー先生です。よろしくお願いします。今回のテーマは、ドドン。最強の脳トレ、音読の効果と仕組みについてですね。なぜこのテーマを話そうかと思ったかというとですね。このチャンネルは脳科学や心理学、マインド改善法を通して自分をレベルアップさせていく、自己成長ですね、を促す方法をシェアしていくというコンセプトでやっております。なんで、脳を鍛えるってのが、このチャンネルの大きな枠の一つなので、誰でも手軽にできて、しかも効果が高いっていう脳トレの方法ですね。そこで挙げられるのが、音読ですね。普通に読書するのと何が違うのって感じですけど、それはこれからちょっと解説していくね。今回は、音読の効果と仕組みについて解説していきます。最初にまず仕組みを話して、その次に、音読のメリットですね。具体的なメリット、脳にどういう効果があるのか。で、最後に、音読の効果を高めることですね。音読をする上でのポイントっていうのは最後にお話ししようと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。なんで音読が最強の脳トレかと言いますと、仕組みとしては、ざっくり一言で簡単に言うと、脳全体、いろんな機能をですね、効率よく使うからですね。脳のいろんな部位を使うんで、脳全体が活性化しやすいっていうのがありますね。音読のプロセスっていうのは、まず文章あるじゃないですか。文章を、文字媒体を見て、文字の形とかを見て文字を認識する。で、その文字の意味を理解する。で、文字の情報を、こうやって喋るための、音にして発する、声にして発するための変換ですね。声を出す仕組みとしては、声帯を鳴らして、口とか舌を使って、それぞれの母音。今はもう、生まれた時から、今までで、何万回、何億回と喋ってって、一個ずつ発音とか、もう染みついてるからスムーズに言葉は出てくるんですけど、一文字一文字にそれぞれの形とか声帯の動かし方とかあるわけで、その指令ですね。情報をもう声に出すための指令を出す部位、いろいろ使ってるわけですね。まず目で見る視覚。視覚は後頭葉っていうところが司ってるんですけど、それで文字を認識する。で、文字の意味を理解する。意味を理解しなくても音読っていうのはただ発音するだけならできるんですけど、脳が情報を処理するという意味ですね。おっていう文字はおって読むし、はっていう文字ははって読むしっていう感じですね。おはようって書いてんのに、こんばんはって言わないじゃないですか。おとはとよとうがやったら、おはようって脳が認識して、その言葉に発するとき、おはようっていう音に出すわけだから。文章として、国語力としての意味を理解しなくても、その書いてる文字をそのまま音に出すという意味では、意味を脳が理解してるっていう、認識するって感じですね。で、そこで前頭葉を使ってて、言語処理というかね。厳密に言ったら、音の理解っていうのはですね、音で言語を理解するっていうのは、側頭葉、メルニッケアっていうところですね、で行ってるんですけど、言語処理全体で言ったら、いろんな脳の部位を使ってるんですけど、前頭葉だけじゃなくて、ここではざっくり。まずは、文字として処理して、それを音として出すための、命令ですね。舌とか口とか声帯は運動野が命令出すけど、指令を出して、声に出す、音を出して、その合ってるかどうかですね、音の発音が合ってるかどうかを理解しないと、うまく喋れないんで、その自分の発した音を聞いているみたいな言語処理を行って、で実に複雑な脳のプロセスを一箇所だけじゃなくていろんなところを使っているので、脳全体が効率よく鍛えられるというわけですね。細かい話をずーっとしていけば脳の仕組み、なんちゃらブローカーヤがどうのこうの、ウェルニッケアがどうのこうのみたいな、側頭葉の右上のどうたらこうたらみたいなのがあるんですけど、ここで、ざっくりしたイメージですね。あまり詳しくはやると講義動画みたいになっちゃうんで、学会かみたいになっちゃうんで、ここは YouTube で気軽に誰でも、情報をちゃんと実用的に使うっていうのがコンセプトというか、ポリシーですね。であるんでね。ここではわかりやすく、いろんな脳の部位を使うんで、音読は、黙読に比べたら、黙読は情報をただ頭の中で処理するって感じなんですけど、見た情報。でも、音読に関しては、言葉に発する、聞いたのを理解するみたいな。聞いた音を処理するか。理解するというか、処理するっていう感じですね。なんで、黙読に比べたら音読はいろんな脳の部位を使ってるんで、黙読より活性化しやすいっていう感じですね。仕組みとしてはこんな感じですね。じゃあ次、具体的なメリットですね。効果ですね。音読はもたらす効果ですね。まず1個目が、先ほどの仕組みのところでも説明したんですけど、前頭葉を鍛えるって感じですね。
前頭葉が活性化していくっていう効果がありますね。一番大きい効果、一番、大きい効果としてはそれがありますね。前頭葉っていうのが、脳の司令塔って、よく表現されるんですけど、前頭葉が何をしてるかといったら、何かを判断する時の意思決定とか、あとは感情のコントロール、あと記憶の管理。記憶の管理っていうのは、主に意味記憶とかですね。情報を選んで、覚えようとして覚えるみたいな感じが、前頭葉ですね。感覚として覚えるとかまた違うところになったりするんですが、いわゆる勉強系ですね。暗記系とか、情報、意味、知識を知識として覚える。で、覚えた知識を思い出す、引っ張り出すっていうのが前頭葉ですね。なんで、前頭葉を鍛えれば、暗記科目とかも、国語とかだけじゃなく、暗記科目も強くなる感じですね。なんで、受験生とか、受験生に限らず、人類全体とか、特に、試験勉強とか、資格勉強がする人は、教科書をただ黙読するんじゃなくて、音読するのはすごいおすすめですね。意味記憶、知識の記憶と、あと早期、記憶を引っ張り出してくる、思い出しやすくなる。前頭葉は鍛えておくべきですね。あとは何か計画を立てたりとか、何かを推論、段取り決めるとかですね。こうしたら次こうして、みたいな計画を立てる、段取りを決めたりするのも前頭葉の、能力。あと、これをしたらこうなるだろうな、みたいな推論。多分これはこうだろうなって考える、仮説を立てたりとかするのも前頭葉ですね。思考のプロセスとか、考える。考えるっていうプロセスはほとんど前頭葉がしてますね。もう人類の中でも高度に発達した脳の部位。それが前頭葉ですね。人間がこんなに知的で、文明を築いたり、言葉を操ったり、文章を残したり、いろんな複雑な作業、物を組み立てたりとか、理論を作ったりとか、発明したりとか、その高度の知性がいる作業ができるのは、この前頭葉が発達しているおかげですね。そこが効率よく鍛えられる音読なんで、ますますやらない手はないですね。で、二つ目のメリットが、集中力とは学習意力の向上ですね。脳が活性化されることで、注意力、何かに注意を向ける。例えば、一点を見つめるとか、壁にかかってる絵だけに注目するとか、注意力ですね。何か一つの対象に意識を向ける。ってのが注意力なんですけど、その注意力、意識を一つに向けるのを、どれぐらい継続できるかっていうのが、集中力なんですけど、その集中力が、脳を活性化することによって、注意力が高まることで、間接的にというか、必然的に、集中力も上がっていると。なんか勉強してて気が散るとか、ちょっとあれが気になるなとか、そういうのも減ってくる効果がありますね。で、脳が活性化してくると、気分もスッキリしてくるんですけど、脳の状態が良くなると、そのスッキリした状態で、やる気が出てくる、学習意欲ですね、が湧いてくる。脳が活性してる状態で、学習意欲も、必然的に高まっていく感じですね。脳が活力ある状態ですからね、何かを覚えようっていうのも、なんか知能労働ですかね。パフォーマンスも上がるというか、学習意欲が上がるというよりは、学習効率が上がる。必然的にやる気も高まりますね。逆を言うと、脳が疲れてたら何も勉強する気にならないみたいなね、あるんでね。そういう意味では、上がってるって感じですね。で、3つ目が、ストレスの軽減ですね。音読をすることによって脳が活性化するんですけど、ここは一緒ですね。活性化することによって、セロトニンっていう脳内物質も出やすくなるんですね。セロトニンっていうのは何かと言われたら、自分ブログ記事書いてまして、脳内物質についていろいろ、セロトニンだけでなくドーパミンとか、ノルアドレナリンとかの効果も詳しく書いてるんですけど、もしよかったら、URL 記載しとくんで見てもらえると、詳しく書いてるんで、そこを見てもらいたいですね。セロトニンはここでざっくり言うと、安心感を得る効果がありますね。不安を軽減する。メンタルの安定にセロトニンは欠かせないと言われてますね。何か恐怖を感じたとき和らげるのもセロトニンですね。セロトニンが少ないと、うつっぽくなったりとか、メンタルが不安定になりやすいとも言われてますね。不安がいっぱい、不安という感情が抑えられなくなっちゃう。不安が大きくなりやすくなるので、セロトニンは結構重要なんですけど。なんで音読をすることで、脳が活性化して、セロトニンが出て、不安やストレスに強くなるって感じですね。段階を踏んでってね。って感じですね。で、4つ目が語彙力の向上ですね。語彙力というか、言語能力、喋り、一言で言ったら、喋りが流暢になるっていう効果がありますね。流暢になるというか、鍛えられるって感じですね。脳にある情報を言葉として出すのが、スムーズになっていく
感じですね。イメージとしては。思考と喋りがダイレクトにつながる感覚。喋りが上手い人はそういう感覚があるらしいですが、私はどっちかというと喋りが苦手な方で、文章で書く方が得意なんですよね。ちょっと話は脱線しますが、人によって文章で伝えるのが得意な人と、喋りの方が得意な人で分かれるんですけど、脳の使ってる部位が違うんでね。その喋りが得意な人がよく使ってる脳の部位が鍛えられる。脳の部位というかプロセスですね。が鍛えられるのが、音読って感じですね。イメージとしては。あとは、文章を読むにつれて、文章のリズムが、言葉の切れ目、文章の切れ目とか、抑揚、文章のリズムですね。もう理解しやすくなる。文の構造が分かりやすくなるって感じですね。文章の構造ですね。なんで、結果的に、喋りが上手くなるって感じですね。喋りが上手くなるに関しては、喋りのテクニックとか、経験値とか、いろいろあるとは思うんですが、脳の機能として考えたことがスムーズに出てくるみたいなのが鍛えられるのが、音読ですね。喋りながら考えるって表現があるんですけど、そういうのが、そういう能力値が鍛えられるって感じですね。で、5つ目が、副次的なもんなんですけども、効果。シンプルに滑舌が良くなる。噛んだりしたらすごい気になるじゃないですか。音読を繰り返すうちに、言葉を発する舌が鍛えられるというか、舌は筋肉なんでね、喋れば喋るほど流暢になっていくって感じですね。英語も最初は発音たどたどしいけど、何百回何千回とやっていくうちに流暢になってきたり、人によって、上達のスピードは変わってくるんですけど、やればやるほど、だんだん流暢になっていく。それは舌が動きを覚えるからですね。その発音の動き。音読をしていくと、その言語の、舌の使い方が上手くなって、滑舌が良くなるって感じですね。で、6個目が、先ほどもちらっと言ったんですけど、ポジティブ感情が芽生える。湧きやすくなるって感じですね。脳が活性化して、意欲の高い状態になり、セロトニンも出て不安も減り、そしたらもう自然にもうポジティブな感情、嬉しい楽しいとか感じやすくなるっていう効果がありますね。なんでちょっと元気ないなー、最近モチベが低いなー、ちょっと鬱っぽいなーとか、人生ちょっと疲れてきたなーっていう人、ちょっと病んでるなみたいな人は、音読は結構おすすめですね。まず第一にメンタルヘルスっていうのは、睡眠の質が大事だったりするんですけどね。脳の状態を良くするには、脳疲労を取った方が良くて、シンプルに疲れてる人とかもいますからね。ちょっと話脱線したんですが、よく寝て、よく食べて、よく動いて、で、ついでにというか、プラスアルファで、音読をすると、メンタルだいぶ回復するので、ちょっと活力が湧かないなっていう人は、そういう意味でも音読はおすすめですね。ざっくり音読のメリットは今挙げた6つですね。で、今、音読の仕組みと音読の具体的なメリット、効果を説明しました。で、3つ目ですね。音読の効果を高めるポイントですね。音読の効果を高めるポイントは主に4つあります。1個目は、寝起きにやるってのがいいですね。で、2個目が、イメージしながら行う。絵を想像しながら行う。で、3つ目が、だんだん読むスピードを速くする。で、4つ目が、習慣にする。続けるってことですね。1回で終わらせないって感じですね。この4つが主なポイントですね。1個目の、朝寝起きに行うっていうのは、単純に、そうですね。1日のパフォーマンスを高めるのに音読はすごく効果的なんで、先ほどの効果もいろいろ並べたと思うんですけど、脳が活性化することで意欲が湧いて、ポジティブ感情も湧き、集中力も高まる。なんで一日のスタートの脳トレ脳のウォーミングアップに最適かなっていう感じですね。夜寝る前にウォーミングアップしてもね、活力高めても。でも夜寝る前は寝る前でセロトニンを出す。不安で寝れないという人もいますのでね。メンタル安定させて眠りやすくなる。ってのもありますね。ストレスを減らす。一日のストレスとか。明日の不安も消えるから、未来の不安軽減されていくので、寝る前もいいっちゃいいんですけどね。ただ、ちょっと脳が活性化しすぎちゃうんで、ほどほどにって感じですね。逆に寝れなくなっちゃったりするからね。やる気が高まっちゃって。なんで、やる気が高まる前にやめるのがいいかもしれないですね。本で言ったら、一生分だけ読むみたいなね。5分だけ読むとか、そういうのがおすすめです。夜やるんでしたら。朝だったら、通勤中はできないか。通勤中やったらやばいな。確かに。そうですね。音読の効果を得るには、10分から20分が最適と言われてますね。寝る前は5分ぐらいで、ほどほどにで、朝は10分以上やるのがおすすめですね。やるとしたらね。で、2つ目のポイントが、絵をイメージしながら音読をするですね。これは黙読でも言えますが、絵をイメージすることによって、イメージを司る、視覚関係ですね。イメージの処理を司る、後頭葉
が、より鍛えられるんで、文字を、情報、見た情報を処理するってだけでも後頭葉は鍛えられるんですけど、絵をイメージした方がより鍛えられるっていう感じですね。あと、シンプルに、文字がただ並んでるより、図や表で覚えた方が、理解しやすいし覚えやすいじゃないですか。シンプルにね。なんで、文字の情報を、絵として認識するっていうのを、脳のスキルとして、脳のスキルの一つとして、習得するってのは、学習する上でも、何かを理解するとき、読書するときとかでも、便利というか、効率がより上がるので、文章を、絵としてイメージして処理するっていうのがおすすめですね。文章を、動画としてイメージしていくって感じですね。絵として処理できない、変換できないものも確かにあったりはするんですが、ザイオンス効果はどうたらこうたらみたいな。ザイオンスってどういうイメージみたいな感じですけど、そういう知識系のイメージするときは絵じゃなくて、図でイメージするみたいな。動画とか見てたら脇にテロップが出てきたりするじゃないですか。四角い箱みたいなの出てきて、そこに文字が並んでいくみたいな箇条書きで。そんなイメージでもいいんですよね。そういう絵に変換できないやつは、図でイメージするみたいなね。でもいいですしね。とにかくイメージ力、想像力を頭の中に絵が浮かぶように音読すると、文章とか情報とか理解するときに、役立つんで、おすすめですよって感じですね。で、3つ目のポイントが、だんだん読むスピードを速くするですね。よく頭の回転が速い人って表現されると思うんですけど、頭の回転の速さって何かといったら、言葉が次々に出てくる。思考がぐるぐる巡る。なんで、思考ってのは、言葉でするじゃないですか。言葉を使って考えるじゃないですか。だけで考える人なんていないじゃないですか。とかとか、その言葉にできない、みたいな感じで思考する人いないじゃないですか。ちゃんと文章で、日本人なら日本語で、日本語話せる人なら日本語で、思考すると思うんですけど、その思考するスピードが、前頭葉を鍛える。音読によって前頭葉を鍛えることによって、前頭葉の言語処理、意味記憶とか意味の処理とか、言語理解ですね。の能力が、上がるにつれて、そのスピードを上げていくと、その言語を処理する能力もだんだん速くなっていくので、そう。思考のスピードも速くなるし、あとはスピードを上げれば上げるほど、考えながら喋るっていうのも、だんだん速くなっていくって感じですね。簡単に言えば、読むスピードを上げていけば、言語の処理が速くなる。言語の処理が速くなれば、思考のスピードも速くなるって感じですね。最初はゆっくりでもいいので、だんだん読むスピードを速くするっていうのがおすすめです。で、4つ目が、習慣にするって感じですね。続けるって感じですね。脳トレに限らず、あらゆるトレーニングでこれは言えるんじゃないですかね。ローマは1日にしてならずでもないんですけど、筋肉とかだってある日突然マッチョになったりしないじゃないですか。漫画やアニメじゃありますし。最近そういうアニメを見たんですけど、それは置いといて、毎日筋トレ続けていくうちにちょっとずつ筋肉って発達していくじゃないですか。それと同じで脳の回路も使えば使うほど、太くなっていく感じですね。なんで、一度で終わらせるんじゃなくて、毎日のように、1日5分でもいいのでね、音読を続けるのがいいですね。もうルーティンにしちゃうのが一番いいですよね。起きたらすぐ何でもいいんで5分間読むみたいなね。おすすめですね。私はKindle 本を、スマホアプリに入れてて、紙の本も読むんですけどね。スマホを触ったらまず Kindle を開くみたいなね。寝起きにスマホを触っちゃう人はまず Kindle を開くっていうのにすれば、変なネット記事見たりとか動画を見ちゃって、朝ダラダラ過ごしちゃって、罪悪感みたいなのも減るんでいいんじゃないですかね。起きたらすぐ Kindle みたいなね、いいかもしれないですね。はい、ということで音読についてでした。本日のまとめ。音読は最強の脳トレであるってことですね。その仕組みとしては、いろんな部位を使うからですね。文字の情報を脳が処理して、音に変換するために、声帯とか口とか舌にしておくって、その発した音を耳で聞いて、その音の処理をするですね。いろんな複雑な機能というかね、複雑な機能というか複雑なプロセスを、使ってるんで、音読は、脳の活性にいいですよって話ですね。メリットは6つありまして、前頭葉が鍛えられる、言語処理、意味記憶とか、感情のコントロールとか司ってる、前頭葉が鍛えられる。総じて頭が良くなる、頭の回転が速くなる。っていうのが、音読の効果。大きな効果の一つで、2つ目が脳の活性に伴って、集中力、注意力と集中力、あとは学習意欲も向上する。で、3つ目が、ストレスの軽減ですね。セロトニンが出ることで、安心感を得て、不安が軽減し、鬱っぽさとかストレスとかが軽減されていき、さっぱりした感覚になる。
爽やかな感覚になるってのも、まあ、セロトニンが出てる時の感覚、セロトニンが出てる時の大きな特徴と言えるんですけどね。なんか朝歩いてて散歩して、わあ、気持ちいい、爽やか、すげえなんかテンションっていうか、気分が良くなっていくなーみたいな。ああいうのは、まあ、セロトニンが出てる証拠らしいですね。で、4つ目は、まあ、喋りが流暢になる。まあ、喋りの脳の回路が鍛えられるですね。まあ、考えながら喋る。まあ、情報を音にする。このプロセスがスムーズになっていく。まあ、総じて、まあ、喋りが上手くなるって感じですね。喋るための脳の能力が鍛えられるっていう感じですね。で、5つ目が、まあ、滑舌の向上ですね。まあ、喋っていくうちに下の筋肉が鍛えられる。で、6つ目が、まあ、ポジティブ感情が湧くって感じですね。まあ、脳の活力が高まってセロトニンも出たら、それはもう、ポジティブになりやすいというかね。なんで、まあ、意欲が最近、モチベが下がってきたなーっていう人は音読がおすすめですね。で、効果を高めるポイントは4つで、まあ、朝の寝起きにやると。まあ、夜でもいいんですけどね。まあ、夜だったら、まあ、ほどほどに5分ぐらいにするといいですね。まあ、脳の活力を高めるんでね。1日のパフォーマンスを上げるために、朝寝起きに音読するのはおすすめですね。特にスマホを朝一に触っちゃう習慣のある人は、まず Kindle を開くみたいなね。いいかもしれないですね。まあ、2つ目が、まあ、絵をイメージしながら行うですね。まあ、言語、まあ、文章を、まあ、動画として意味を理解するみたいなね。文字の情報を絵とか図に変換するスキルが身につけておくと、まあ、今後の何か学習にも役に立つので、まあ、おすすめですよって話でしたね。で、3つ目が、まあ、だんだん読むスピードを速くすると。まあ、読むスピードを速くしていくうちに、まあ、言語処理のスピードも上がっていくんで、まあ、頭の回転も速くなりやすくなるし、まあ、喋る能力も、まあ、言語表現ですかね。まあ、喋る回路も、まあ、さっき言ったみたいにね、喋りながら考えるっていうのが、まあ、速くなっていくって感じですね。で、4つ目が、まあ、どのトレーニング、脳トレに関わらずなんですけど、まあ、習慣にするって感じですね。まあ、筋トレとか、まあ、体力つけるトレーニングとかと一緒で、まあ、繰り返し、まあ、そのトレーニング、まあ、音読をすることによって、まあ、繰り返し、まあ、音読で脳を活性化することによって、その使ってる回路がだんだんなって、まあ、強化されていくって感じですね。まあ、1回や2回で終わらせない。まあ、できれば、決まった時間に、まあ、5分でもいいので続けていくといいですよって話ですね。はい。さて、いかがだったでしょうか。まあ、このメリットだらけの、まさに最強の脳トレと言ってもいいんじゃないですかね。しかも誰でもできる。まあ、ぶっちゃけ文字媒体があれば、本じゃなくてもいいんですよね。漫画を音読するとかでも全然いいと思いますね。漫画とかでもいいかもしれないですね。その際は感情表現とかも入れながらやったら面白いかもしれないですね。まあ、とにかく、文字の情報を声に出す。声に出すっていうのが大事ですね。まあ、そうすることによって、まあ、脳のいろんな部位が使われるので、いいですね。案外いいかもしんないですね。イメージ力、そのイメージ記憶も一緒にしちゃえば、いいかもしんないですね。あ、漫画とかもいいかもしんないですね。なんか、なりきってやったら楽しいかもしんないですね。いいかもしんない。まあ、こんな感じで、このチャンネルでは、まあ、脳科学とか心理学、マインド改善法を通して、まあ、自己成長を促すような情報を発信しております。まあ、今回の動画が良かったら、ぜひ、いいねと、あとシェアお願いします。あとコメントとかも嬉しいです。はい。なんか感想とか気づきとかね、まあ、アウトプットしていただけたら、まあ、なんだろう、情報の整理っていうか、にもなるんでいいんじゃないですかね。あとは、先ほどもちらっと言った、まあ、ブログの URL も、まあ、説明欄に貼っとくんで、そちらも見ていただけると嬉しいです。電子書籍のリンクとかも貼ってあるんでね、ブログ飛んでいただくと。はい。まあ、電子書籍道しるべっていうのも出してるんですけど、はい。よかったら、見てもらえると最高です。はい。ということで、今日はこの辺で、また次回の動画で会いましょう。くー先生でした。またねー。